イギリスは料理がまずいっていう話よく耳にしますよね。イギリス北部スコットランド滞在中の私たち日中夫婦も、この国の食べ物に対する期待値はほぼゼロです。でもどうしてこんなにも料理がまずいことで有名になってしまったんでしょうか。そもそも本当にまずいんでしょうか。まずいとしても実際何がダメなんでしょうか。いろいろ食べつつちょっと考えてみました。私が思うにイギリスの料理はまずいというより美味しくないと言った方が適切です。食べられないほどのまずさではないけど、美味しいと笑顔になるものではない。何か物足りないんです。外食でよく感じるのが味が薄いということ。食べる側が味付けする前提で提供されているのか、調味料を駆使して自分で調整してようやくいい感じになるケースが多々あります。近所のお店でテイクアウトしたこのフィッシュ&チップスもそのままだとやっぱり薄味です。お店でもらったモルトビネガーや塩を追加して調整。美味しくなりました。ちなみにこのお店は人気店。衣はサクサクで食感はとてもいいです。イタリア、フランス、スペインのような料理が美味しいと言われる国と比べると、イギリスの料理は味付けがシンプルな感じがします。調味料は基本塩コショウ、スパイスはあまり使わず、ソースの種類も少なめな印象です。これも個人的な意見ですが、イギリス料理は見た目もシンプルで控えめ。同じヨーロッパでもイタリア、フランス、スペインのように料理が美味しいと評判の国では、色とりどりの野菜やスパイスが使われていて華やかですよね。対するイギリスの料理は茶色多め、野菜の種類が少なめな感じがします。まあ、茶色い料理が多い国の人間が言うのもなんですがね。じゃあ、どうして地味で美味しくないイギリス料理になってしまったんでしょうか。原因の一つに気候があるみたいです。ヨーロッパの料理が美味しい国は南の方に集中しています。気候が違えば収穫できる野菜の種類も変わります。例えばトマトやオリーブはイギリスよりも暖かい南ヨーロッパの気候が栽培に適しています。寒冷なイギリスでもよく育つ野菜は人参、じゃがいものような根菜類やキャベツなど暖かい地域と比べると種類が限られてきます。収穫できる野菜の種類のおかげで料理は色味控えめでちょっと地味な印象になってしまったというわけですね。野菜の種類を制限してしまう気候条件に加え、イギリスの料理文化に影響を与えた歴史上の出来事が2つあったそうです。一つは18世紀の産業革命。産業革命により工業が盛んになると工場で働く労働者が増加しました。毎日忙しく働く中、もちろん食事は取らないといけません。そこで仕事の合間にパッと食べられて腹持ちがいい料理が人気になったそうです。こういうパイもそんなサクッと食べられるハイカロリー飯の一つですよね。近所にある人気のパン屋さんで買ってきたのですが、正直私たちの口にはあまり合いませんでした。やっぱり味付けがちょっと足りないんですよね。イギリスの料理文化に影響を与えた歴史上の出来事、二つ目は第二次世界大戦です。戦争中に食料は配給制となり、これがかなり質素だったといいます。肉、バター、砂糖、卵などが厳しく制限され、国は栄養重視の効率料理を推奨。配給制度は1954年まで続き、その頃には効率料理がすっかり定着してしまったそうです。でも戦時中は日本でも食料は配給制でかなり厳しかったって聞いたけど、料理文化に大きく影響はしていないような。考えてみると和食は出汁や味噌が味付けのベースで、脂質が少なく素材が質素でも成立はしますよね。
戦時中、配給で食材が限られても、料理の基本は変わらず残ったのかもしれません。対してイギリスでは家庭料理に使う肉やバターが入手困難になり、料理を根底から変えてしまったってことでしょうか。そんなイギリスの料理文化にも1960年代頃から変化が起きます。戦後、旧植民地のインドやカリブ諸国、アフリカ等からの移民が急増。移民の人々が持ち込んだ料理がイギリス庶民にも食べられるようになっていきます。中でもインド料理はすっかり定着し、今でもイギリスには美味しいインドカレー店がたくさんあります。チキンに香辛料とヨーグルトで下味をつけ、焼き上げて煮込んだインドカレー、チキンティッカマサラはイギリスのインド料理店で生まれたそうですよ。他にもジャマイカ料理や中華料理のテイクアウトもイギリスで人気になったといいます。イギリス料理そのものの発展ではないけど、料理の選択肢が増えたんですね。1990年代以降の変化としてはセレブシェフの影響があるそうです。イングランド出身のジェイミー・オリバーやスコットランド出身のゴードン・ラムゼイ、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。彼らの活躍により、イギリスには実は良質な食材が多いこと、食材を生かす料理の文化が弱かったことが再認識されていったそうです。イギリス産の新鮮な食材が見直され、調理方法にも変化が生じました。伝統料理の調理工程に他国の技術を加えたり、地元食材を使って見た目もモダンに変化させたりしたモダンブリティッシュクイズインが誕生し、ミシュラン星付きレストランも急増したそうです。さらに2000年代になると地産地消、オーガニック志向や小規模農家を応援する流れが強まり、各地でファーマーズマーケットが開かれるようになりました。イギリス人のほとんどが普段はスーパーマーケットで食料品を購入しているそうですが、今では多くの都市で週末にファーマーズマーケットが開かれているそうです。イギリスに来たら足を運んでみるのも楽しいかもしれません。ちなみに今歩いているのはアバディーンのフッティというエリア。一昔前は漁村だったそうです。新鮮なシーフードが取れて美味しいフィッシュ&チップスが食べられたんでしょうか。というわけでイギリスの料理が美味しくないのは、限られた農作物しか育たない気候と歴史上の出来事による料理文化の断絶、この2つが大きな原因みたいです。近年では美味しいお店が増えてきているみたいなので、ちゃんと調べていけば多分大丈夫。でも過度な期待は禁物です。味が薄かったらテーブルに置いてある調味料を駆使して調節しましょう。イギリス料理にこだわらないのもこの国で食を楽しむ秘訣かもしれません。イギリス生まれのインド料理、チキンティッカマサラなんていいんじゃないですか？それではまた。